中国空母遼寧、山東、配備、その実力とは。空母保有にこだわる理由。近年中国が急ピッチで空母の建造を行っている。2016年中国初の空母となる遼寧が駆逐艦数隻とともに沖縄本島と宮古島の間を太平洋に向けて通過したのを海上自衛隊が確認した。この時領海への侵入はなかったものの、2018年、2019年と3度にわたり通過している。航行目的は明らかでないが、海上自衛隊の対応や政府の反応を確認している可能性もある。中国は2隻目の空母も就役し、さらに3隻目も建造中である。なぜ中国はそこまで空母建造を急ぐのか。またその実力はどの程度のものなのか。また艦載機が足りないという噂は本当なのか。今回は中国の空母の謎に迫ってみた。中国がなぜ空母保有にこだわるのか。1996年台湾総括選挙で発生した第3次台湾海峡危機で、アメリカ海軍は空母ニミッツとインディペンデンス率いる2つのストライクグループを発出。このプレゼンスに当時の中国の軍事力では全く対抗することができず、ただ指をくわえて見ているだけという惨めな結果に終わった。その雪辱を晴らすために中国はアメリカに対抗すべく自国でも空母打撃群を持つことを目的とした。さらにインド洋、南シナ海、東シナ海と手を広げる中国は近隣諸国に対して空母打撃群によるプレゼンスを示すことも目的とされる。この2つは中国が空母保有にこだわる大きな理由でもある。中国初の空母はロシアの中古。1985年、旧ソ連のニコライエフ造船所にて建造中であった空母ワリヤーグは、ソ連の崩壊により 70% の完成度で放置されたままとなった。その未完成の空母を中国は、ソ連崩壊後に独立国となったウクライナから購入した大連で改修を施した。2012年、中国海軍初の空母である遼寧が就役した。就役後は青島を母号として中国海軍初の空母を運用するための練習空母という名目で使用された。遼寧のサイズは全長305メートル、幅37から70メートル、満載排水量5万9000トン、乗員1334人、航空要員626人、司令部要員40名。ニミッツ級との大きな違いは、航空機発進時に強制的に加速させるカタパルトは装備されておらず、甲板に14度のいわゆるスキージャンプ勾配がついている点だ。サイズ的にはニミッツ級やフォード級と比較すると一回り小さい。遼寧の空母打撃群と艦載機。2016年11月には中国の国営メディア環球時報が遼寧はすでに作戦可能になったと報道。同年12月には中国機動部隊の旗艦となり、遠洋航海で太平洋に進出。その後南シナ海を航海して周辺国にプレゼンスを示した。12月25日に沖縄宮古島間の海峡を通過しており、その際に海上自衛隊が確認した空母打撃群の編成は以下のようになっている。ミサイル駆逐艦ルーヤン3、1隻、ルーヤン2、2隻、ミサイルフリゲートジャンカイ2、2隻、コルベットジャンダオ1隻、補給艦フチ1隻。おそらく潜水艦についても 1,2 隻が随伴していたと推定される。2018年中国国防省は記者会見で、遼寧は他の艦艇とともに空母打撃群として作戦可能な段階に入ったと宣言した。同年7月には中国大連の造船所にドック入りし、航空管制室の窓の拡張が行われ、発着艦する航空機の視認性が向上している。また飛行甲板面の拡張や環境構造部のステルス化が行われ、レーダーの反射面積を抑制することが目的と中国の新聞で報じられている。この改修工事は次の国産初の空母である山東で改善された部分を遼寧にも反映させるためでもあり、今後第一線の戦力にするためのスペックアップであると考えられる。ウクライナから受け取った時に装備されていた対艦ミサイル SSN-19 のランチャーが撤去され、格納庫が拡張されている。飛行甲板では最大18機の艦載機の運用が可能とされている。艦載機についてもウクライナから SU-33スホーイ33の試作機である T10 を購入し、その機体をコピーして J15 が完成した。しかし古いレーダーや操縦装置に不具合があり、さらなる改良が必要となったため、現在は J15 の生産を停止しているようだ。格納庫内には J15 戦闘機が24機、哨戒ヘリコプター Z9 を12機搭載できると言われている。遼寧自体の装備は近接防御用の対空ミサイル HHQ-10 18連装、30mm 機関砲
シウスとなっている。空母打撃群の太平洋進出。2020年4月10日には5隻の艦艇を伴って東シナ海を南下し、宮古海峡を通過、太平洋に進出した後、北上して台湾近海で演習を行っているのを海上自衛隊が確認している。この時、アメリカ海軍の空母セオドア・ルーズベルトでは艦内で新型コロナウイルスが蔓延し、グアムで緊急入港しており、西太平洋には作戦行動中の米空母が一隻もいないという状況に陥っていた。中国はそれを狙っていたのか定かではないが、太平洋に進出し、コロナ禍でも影響されないという空母打撃群のプレゼンスを結果的に示すこととなった。遼寧率いる空母打撃群は毎年、太平洋や南シナ海に進出し、軍事演習を行っている。しかし、行動期間は2週間前後であり、米海軍のストライクグループと比較するとかなり短い航海である。これは遼寧が長期の行動ができない何らかの不具合があるのではないかと推測されている。動力推進装置に重大な問題が発生しているとされていたのが原因である可能性もある。今後の中国の空母。現在、遼寧3棟の2隻の空母を保有している中国であるが、2018年、上海の江南造船所にて新たな空母の建設が確認されている。中国海軍は2030年までに4個空母打撃群を目標としていると報じられていることから、さらに1隻の建造が予想される。3隻目の空母からは遼寧3棟のようにカタパルトなしのタイプではなく、艦載機を発艦させる構想もあったが、技術的な問題から蒸気式カタパルトになるようだ。満水排水量もさらに増え、8000トン以上になるとも報じられている。さらに中国はロシアから入手した原子力空母ウリヤノフスク級のデータをもとに原子力空母を建造する可能性もあると推測されているが、まだ実装するにはリスクが高いという見方もあり、技術面や経済、政治的問題から実現は厳しいようだ。中国は最終的に6隻体制で空母を運用する計画を立てている。アメリカ海軍のストライクグループと比較すると、艦載機の種類も少なく、艦載機パイロットの養成もまだ時間がかかりそうだ。事実、艦載機パイロットが不足していることから、J1 号戦闘機パイロットを緊急で募集していると報じられており、パイロット不足は露骨に暴露された形となった。すでに2隻目の空母3棟の収益も近いことから、さらにパイロット需要が高くなり、人員不足問題に焦りが見えている。中国海軍サイトでパイロットの募集は4500人。そこから1400人まで絞られ、最終選考では56人が艦載機パイロットに選ばれる。エリート中のエリートしか合格することができない狭き門である。以上のように人員や技術的に見ても中国の空母運用はまだまだ発展途上中である。しかし、豊富な軍事資金と開発にかける熱意、またそれを可能にする経済力、さらに米中対立の深刻化に伴い、今後我々の予想を上回る勢いでアメリカ海軍を凌駕する日がやってくるかもしれない。